ヤーの伊藤あずさです。カープライムカッティングエッジ、今日はトヨタヤリスをご紹介したいと思います。そしてなんと今日は特別ゲストをお呼びしています。いつもはヴィンテージタイムスをご担当されている方なんですが、皆さんご存知の土屋圭一さんです。こんにちは。はじめまして、土屋さん、よろしくお願いします。今日は何ですか？今日はこのトヨタヤリスの紹介なんですが、はい、土屋さんはこれ乗られたことはありますか？ありますよ。あ、そうですか。サーキットも走ってるし。ああ、じゃあもうバッチリですね。もうバッチリっていうか何がバッチリだかよくわかんないけど何やるの？ですね、今日はこのトヨタヤリスをしっかり乗っていきたいと思うんですけれども、やっぱ先代のビッツからヤリスになって、結構プラットフォームが変わったりですとか、エンジンも新しくなっていたり、かなり走りに特化したモデルになっているので、ぜひやっぱり走りのプロである土屋さんにいろいろ乗ってお話をお伺いしたいなと思っています。なるほど。はい。了解しました。はい。はい。それでは土屋さん、ちょっとデザインから見ていきたいと思うんですけれども、パッと見てかなり走りそうだなというイメージ湧きませんか？パッと見ファミリーカーでしょ。ファミリーカーですか？やっぱコンパクトカー前としてる感じですね。そうですね。はい。結構先代からですね、グリルが大きくなってやっぱり空気を吸い込んでちょっと走るぞっていう印象にしたらしいんですが、どうですか？このバンパー部分のこの模様、カーボンかなと思ったら違うんだね。そうですね、カーボン調みたいな形ですかね。凝ってるよね、こんなところに。やっぱりそういうところも少しこだわって、やっぱ走りをイメージさせるようなデザインされてると思います。凝ってる凝ってる。だいたいこんなところデザインつけないもんね。だいたい黒くね塗られてそのままになってることが多いですよね。で、今回結構空力にもこだわってるそうで、空力、はい、一応サイドからちゃんと空気が流れるようになっていて、さらにリアに流していく空力、はい、デザインになっているそうなんです。レーシングドライバーから見て空力良さそうだなとはあんまり思えないですかね。高速走んないと分かんないよね。やっぱり高速走った時に感じます。そう。じゃあ今日はちょっと運転しながらその辺もどんなのか見ていきたいと思うんですけど、この辺にトヨタ独特のエアロスタビライジングフィンっていうのがついてて、それ割と効くよ。そうですよね。この辺もちゃんと空気を流せるように、それなかなか効く。はい、こういうのも一応こだわられていて、でもリアも結構ボリュームがあって、以前のビッツとはやっぱちょっと違っていて、ここら辺がブラックアウトされてて、ちょっとかっこいい感じになってるかなと思います。そうだね、嫌なところがないよね、デザイン的にね。走りのイメージとちゃんとマッチするようにいろんなところが細部が作られているので、見た目にもかっこいいし走りもいいっていうのが、なるほどね、今回特徴かなと思います。で、ボディサイズがですね、先代のビッツと大体同じサイズなんですが、ホイールベースがちょっと長くなっていて、それだと室内がちょっと広いのかなと思うんですが、実は後席は結構狭いんですよ。はい、狭くなってて、なんでホイールベース伸ばしたかっていうと、前席のスペースを広く取って、ドライバーがちゃんとドライビングポジションをしっかり取れるように調整幅を広げたらしいんですね。なので結構こういうコンパクトカーで後席の居住性をちょっと犠牲にしても走りに特化させようという、ちょっとトヨタさんのこれまでにない試みが。それはファミリーカーじゃないね。そうなんですよ、スポーティーカー寄りだね。しかもスポーツモデルじゃないただのこういうグレードにマニュアルミッションがついてるということで、これもちょっと今までになくて、そこは嬉しいよね。そうですね。やっぱりスポーツカー乗ったりする人でも、こういう車を買って楽しめるんじゃないかなっていうところ。これはもう、某雑誌でやったよ。ピット対ヤリスで。じゃあ一番ガチンコのライバルで。そうライバルになんなかったけどね。そうですか。というのはどちらが強かった？ピットが完全にファミリーカー。このヤリスはどっちかっていうとスポーティーファミリーカー。やっぱりそうなんですね。スポーツ系に振ってるよね。その足もそうだし、パワーの出し方もそうだし、ヤリスの方がやっぱりスポーティー。じゃあやっぱサーキットで乗ってもそれが如実に感じられるモデルだ。明らかにもうタイムもとんでもなく違うしね。そんなに違うんですか？だからもうピット対ヤリス、ビッツっていう時代は終わったよね。じゃあもうヤリス一強みたいな感じですか？比較になんないよね。じゃあ実際に今回は一般道乗るのは初めてですか？いや乗ってますよ。あちこちで乗ってますよ。そうですか。じゃあ改めて一般道でも一般ユーザーの方もどういうふうに運転が楽しめるのか、ぜひ土屋さんに伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ということで土屋さんに今運転席に座っていただいてますが、はい囲みの印象はいかがですか？まあいいんじゃないですかね。ポケットがいっぱいあるしさ、ね、いろんなところに物を置けるし、そうですね。ドリンクホルダーがこんなところについてるもんね。そうなんですよ。こんな格好してるまなきゃいけない。そう置きづらいかもしれないですね。なんか他のコンパクトカーに比べるとやっぱり本当はこのエアコンの位置とかにドリンクホルダーがついていたりとかねそうあるんですけど、やっぱりどうしてもこうドライビングポジションとか軽量化とかいろんなことを考えられて結構余計なものが少し省かれてるような感じかもしれないです。これ一応こう最上級グレードではあるんですが、結構この辺とかも割と簡素な感じですよね。いやでもまあ安っぽくはないよ。あ、本当ですか。うんもう結構メーターとかもねこだわってて、こう2連のタコメーターとスピードメーターが分かれたような形で、触るとこの辺ちょっとプラスチックだったりするんですが、ステアリング自体はしっかりこう革のものなので運転操作も結構いいかなと。ペダルのポジションとかいかがですか？普通至ってノーマルな感じですね。1.5 リッターのサーキットエンジン NA ですねがついてるので、もう結構本当にパワートレインもシンプルだし、もうこういう機能とかも全部シンプルに作られている感じがしますね。まあでも使いやすいと思うよ。そうだね。運転席はドリンクホルダーだけだね。そうですね。まあそこのドアポケットに入れてもらうか。ここに入れるか。そうですね。取り出しにくい。そうですね。だから結構他のコンパクトカーって何でもかんでもこう快適な、この辺に何か買い物服がついてたりとか、ここにドリンクホルダーがあったりとか、まあ便利な方向に振られてるんですけど、結構ヤリスはそこをスパッと潔く今回カットされてるっていうのも、まあちょっと他のコンパクトカーとは違うかなっていうところがありますね。はい。シートとかもいかがですか？まあこれも割と一般的な感じかなとは思うんですけど。まあ普通だね。普通ですね。なんちゅうことはな、普通だね。そう結構スタンダードなモデルだなっていうのは感じます。実際マニュアルの操作とかもなんかこう本当に普通っていうか普通で運転できちゃう。走りに振ってるっていうことはやっぱりライバルはスイフトっぽいな。そうですね。まあ FF のコンパクトカーでマニュアルでこうキビキビ走らせるという意味では近いモデルだと思うので、実は助手席に便利な機能がついてまして、この足元にですねこう引き上げられるストッパーがあるんですけれども、ここにこう例えば買い物した荷物とかを置いても前に滑っていかないようになるという、ブレーキ踏んだ時にどうしても荷物がずれたりするので、そういうのを防ぐためのこういうボードがついてるっていうのもちょっと面白いポイントだと思います。後ろがどれくらい狭いのかちょっとそうですね。ちょっと後席も見てみましょうか。いかがですか？移動するだけそうですね。1時間以上はきついな。ちょっと閉塞感があるかもしれない。1時間以上はきついなちょっと。結構この辺も今日キュッと絞られてるので、それは気にならないんだけど、ドリンクホルダーもないし、ここか。そうですね。やっぱこのドッグポケットに入れてもらうとか。そうだね。これはフィットはもうちょっと広いし。そうですね。フィットだとどちらかといえばもう走りというよりは本当に完全にファミリーカーだよね。ファミリーカーで快適に使える装備が多かったと思うんですけど。でもすごいね。後席を犠牲にしてまで走りに振るって。そうなんです。トヨタさんがそれだけこう力を入れた部分のようなんですが、そこまで。そうだね。後席はただ座っててくださいっていう感じだね。そうですね。大人の男性だと結構きついね。ギリギリかもしれないですね。大きい人だときついね。子供だね。確かにお子さんであればね、このぐらいのサイズだったら荷室も見てみましょうか。まあそうだよな。こんなもんだよな。まあなんかそこまで広いというわけではないですけど、それなりに物は載せられるかなっていう感じでしょうかね。この下とかも一応そうだね。入れられたりとかで、多少なんか入れられるね。はい。一応こういったところもあるので、まあちゃんとコンパクトカーとしては使えるかなっていう感じですね。すげえな。走りに振ってるっていうのがすごいわ。そうなんです。なのでその走りの部分をですね、ぜひ土屋さんのこうドライビングテクニックでいろいろ体感していただければと思いますので、了解です。はい、お願いします。実際にこうヤリスで一般道に乗っていてもやっぱ走りやすいとかエンジンパワーちゃんとあるなっていうのはトルクあるよね。普通 1.5 ってこんな
トルクないもんね。あ、そうですね、うん、トルクが確か145ニュートンぐらいあるんですけど、まあ車重が軽いこともあってそうだね。しっかり進む感じします、ね、あとはやっぱギアの振り方がうまいね。ああ、やっぱいいですか、このマニュアル、そうギアの振り方がうまい。土屋さんがこうまいなという感じるポイントはトルクが出てる。ちゃんとトルクが出る、うん2速3速4速。土屋さんが思うマニュアルで運転しやすい車ってどういうモデルだとこう自分で操作してていいなって思われますか？いやダメな車が世の中存在しない。あ、本当ですか、すごいそれは。今の時代は本当みんないい車だよ。ああ、なるほど、普通に乗ったらもう何でもいいやっていうぐらいいい車、みんな。へえ、じゃあなかなかそこら辺でこう拮抗してるというか、あんまり差がつかない感じなんですかね。ダメな車が本当ないね。ヤリス自体もすごくモデルとしてはすごいいい車になってるし、走りもやっぱり隣に乗ってても心地いいですね、乗り心地もすごくいいですね、これは。そうだね、乗り心地いいね、この車。はい、サスペンションが結構動いてる感じがしますね。土屋さんは実際にこう車両開発とかにも携わられてモデュールはね、ますよね。モデュールの開発はやってる。はい、でモデュールも、まあ、一見普通の方から見るとこうスポーツモデルなのかなと思いきや、すごくこう一般のオーナーさんに優しい車というか乗りやすい車になってると思うんですけど。そうだね、だから、モデュールに関してはもうそのギンギンに走る方向には振ってないからね。まあやっぱり普段の快適性、はい、快適性をメインにしてるからさ。スポーツカーの作り方と一般のお客さんに向けた作り方は結構変わってくるということですかね。全然違うよね。ちょっとこう高めの車ってなると、スポーツ方向に振った足回りだとか作り込みになってくるけど、モデュールは違うね。そういう意味で言うと、この普通のこのヤリスも一般のオーナーさん向けのちょこっとスポーティーなモデルになってると思うんですが、土屋さんがそういう開発者視点から見るとどういう風な感じを受けますか？ノーマルのヤリスに関してはいい車作るなっていう感じだよね。やっぱりちゃんといろんな一般の方が使えて快適に運転できるようになってるから。コスパいいでしょこれ。今、これ180万円くらいで。そう、だからそう考えると180でこのクオリティいいなっていう感じだよね。そうですよね、結構コンパクトカーでも200万円台に乗ってる車とかも多い中。そう、昔はねフィット対ビッツなんて言われてたけどさ、今も全然違うね。フィットの方がやっぱり完全なファミリーカーで、ヤリスはスポーツ方向に振ったファミリーカー、だからどっちかっていうとスズキのスイフトと勝負かなみたいな。スイフトと比べてみるとどうですか？ヤリスとこの走りの違いとかありますでしょうか？どうかな、やっぱりスイフトのレベルが高いからね。やっぱ土屋さんもスイフトは気に入ってらっしゃる？スイフトのレベルは高い。やっぱり長年ああいうモデルとして作られてますもんね、その蓄積があるのかなと。そうヤリスとかコンパクトな FF モデルをこう楽しく速く走らせるにはどういったテクニックが必要なんでしょうか？テクニックか私普段 FR しか乗ってなくてですね、こういう車をこう速く走らせるためにはどうするんだろうなって個人的な気になるところなんですけど。勝敗器量車の車に関してはもうトルクバンドから外さないってことだよね。トルクバンドから外さない、やっぱ一番トルクの美味しいところをずっと使い続けるっていうことですか？そう、できるだけ外さない運転だよね。あとはもう FF だから前に引っ張り出すっていうことを考えないと。前に引っ張り出す。 FR はもう後ろから押し出すっていうアクセルの入れ方、FF は前に引っ張り出すっていうアクセルの入れ方をしないと。それは全然違うものなんですね。アクセルの入れ方はもう全然違うよね。やっぱこの MT だとそのバンドから外れにくい感じですか？ずっとトルクが。いやみんな外れるよね。外れますか？勝敗器量車はみんな外れる。美味しいところをじゃあやっぱり自分でいっぱいこう運転してそれを知っとかなきゃいけない。そうマイカーはね、特にマイカーだから分かるっていう自分のそのトルクバンドから外れる外れないとっていうところは、そこをやっぱりうまく使わないと。勝敗器量車にはハンクラが結構使うかな。ハンクラですか？クラッチ蹴ったりね。クラッチ蹴るっていうのはどういうシーンで使うんですかね？
トルクバンドから外れた時にワンと蹴ってちょっと回転上げるっていう、アクセル踏んだままクラッチワン、クラッチを蹴る、それでちょっと回転を上げてそうそうトルクバンドに入れる。それやったことないです。まあ普通やんないよね。そうですか。普通やんない。高等テクニックですね。それはタイムを出す時にね。普段はやんないよ。一般のではね。全くやんないよね。タイムアタックに入る時はやっぱりそういう勝敗器量者にはクラッチ蹴ったり揉んだり、揉む。ハンクラ使うよね。その瞬間のこう回転数の立ち上がりで。そう。それ考えたことなかったですね。そういうテクニックもあるんですよね。FF はね。やっぱ FF の乗り方としてはそういうのもあると。まあ FR も勝敗器量者、ロードスターみたいな、トルクがないような車は割とクラッチ使うね。そうなんですか。トルクバンドに入れるために。トルクバンドか。なるほど。それを自分で自在にコントロールできるようになれば、タイムも伸びるかなっていう感じですか。ちょっといろいろサーキットで勉強しなきゃいけないですよ、私も。いや、いい車作るわ。やっぱりすごいいいですね、ヤリス。これはサーキットでやっぱりスイフトと乗り比べたいね。ぜひその企画見てみたいです、私も。土屋さんが横に乗っていらっしゃると、どう運転していいかすごい。普通に運転すればいいんだよ。すごいんですけどね。普通でいいんだよ、普通で。普通でですか。普通はこのマニュアル設定しないよ、ファミリーカーに。本当になんか変わりましたね、トヨタさんのその考え方。やっぱいい車を作りたいっていう思いがあるということで、燃費も今いろいろ私も乗ってきたんですが、18.9 キロとか。すげえな。そうなんですよ。結構回したり、結構いろいろ走ったりしてきたんですけど。すげえな。そうなんですよ。しっかりパワーが出るのに燃費もいいっていう。そこはやっぱ3気筒だな。このギアの振り方はよく考えられてるね。土屋さんでもやっぱそう。ギアの振り方がいいっていうのはどういう？パワーがないって感じないもん。おっしゃる通りですね。確かに。CVT に乗った時にはもうちょっとこの辺でパワー欲しいって思ったような気がするんですけど、逆にマニュアルだとなんかそういう煩わしさが出てない感じがしますね。ちょうどいいパワーが出てくるような感じで。全然なんかパワーないって感じない。そうですね。だからギアの振り方がうまいんだよ。もちろんエンジンもいいけどね。そのバランスがやっぱ絶妙な感じになってるんですよね。偉いね、こういう車にマニュアルを設定するっていうことが。そうですよね。マニュアルでサイドブレーキっていうのがいいよ。サイドブレーキ、やっぱり土屋さんサイドブレーキ当然絶対ですよね。もう走る車にはマニュアルにはサイドブレーキ。サイドブレーキ。最近こう電子パーキングというかあれじゃ全然遊べないじゃん。そうなんですよ。手動のねサイドブレーキも減ってきてるので、ヤリスはちゃんとこうありますから。そう。サイドブレーキ。だからちゃんと分かってるよね、トヨタは。マニュアルにはサイドブレーキっていうのが。でも自分がスポーツ走行してる時にサイドブレーキなかなか使ったことがない。そう。FF でも FR でも使うな。本当ですか。アンダーが出て。アンダー出た時。やばいってコースアウトとかなんかぶつかる時はサイドブレーキだよね。ぶつかる時にサイドブレーキなんですか。そう。前からぶつかったらもう家に帰れない。家に帰れない。サイドブレーキ引いて車横に向けて、横にぶつけるんだったら家になんとか帰れる。なるほど。フロントぶつけて、例えばラジエーターそうやっちゃったり、足回り曲がっちゃったり、そうするともう家に帰れない。なるほど。だけどサイドブレーキ引いて横にすれば横からぶつければ家には帰れる。それすごいですね。どっからぶつかるかも考えた方がいいってことですね。それはもうやっぱり長野にいる頃、雪道毎晩走ってる頃考えたみんなで。そうなんですか。前からぶつかったらもう家帰れない。帰れないから横からぶつける。確かに雪壁があればなおこう横から行った方が安全ですよね。なるほど。まさかそういう緊急回避的な意味でサイドブレーキも使えるとは。今度やってみようっていうか、そのシーンに会いたくないですけど。俺らはよく使うね、サーキットでね、タイムアタックの時に。どういうシーンでこう使うとこうタイムがいいですか。でも対等性を増すためにという。ヘアピンでアンダーがきつい車はやっぱサイド引くよね。そんな
長く引いてないんですかね。瞬間だよね。瞬間。ちょっとサイドブレーキを引いた運転を練習してみたいですね。土屋さんは実際それをいろいろ昔から練習されてたということですね。それはもう長野にいる頃からやってるよね。常にこれを使っていかに。クラッチ蹴るとかもむとかサイド引くとか、いろんなことやるやっぱり。雪道なんかはやっぱりもうハンドルだけじゃ曲がんないから、なるほど、サイド引いて向きを変えてアクセル入れるみたいな。なるほど。土屋さんのテクニックってやっぱこう雪国で培われたところもあるんですね。そう。なるほどな。もう全部雪道だよね。じゃあやっぱ車の運転の勉強するには雪道が結構いいですか？絶対いいよね。私も一応雪国出身なんですけど、ちゃんとそのドライビングを磨いてこなかったんで、もう一回手直さなきゃいけないですね。雪道は練習になるよね。ちょっと私もじゃヤリスを連れて行ってサイドブレーキ引く練習とかそうやってみようかなと思ってます。ヤリス結構自在に走らせられますね。キビキビした運転が。車がやっぱ軽いから。そうですね。そう、運転がねすごい楽。交差点ちょっと曲がっただけでもくるっと回答性がいい感じがして、ハンドリングも違うしね。本当にキビキビして、ファミリーカーなんだけどスポーツ系に振ってるよね。完全にそのイメージが伝わってきます、運転してるだけで。フィットとかだとやっぱこういったキビキビした感じではなく、やっぱおっとりしてるまったりしてるよね。感じがしたので、完全にもうファミリーカーだね。やっぱその差が出てますね。でも結構運転苦手な人とかこういうモデルに乗った方がこう運転がうまく感じたりとかどうだろうね。どうですかね。運転しやすいなと思ってちょっと運転もちょっとしてみようかなと思ったりしないかな。まあだけどそのアクセル踏み間違えて事故る人たちはマニュアルに乗った方がいいと思うよ。なんか本当にね、それができなくなったらもうちょっと引退みたいな方がいいかもしれない。マニュアルでそういう事故って見たことも聞いたこともない。でもやっぱそうですね。踏み間違えてもまあね絶対に進めないですからね。そういう意味でやっぱマニュアルを一回見直すのもいいかもしれないですね。そうそういう意味でもこういう車についててくれるのが嬉しい。しかも CVT モデルよりマニュアルの方が価格が安いといういいね。すごいありがたい設定になってるし、最近マニュアルついてる車だとマニュアルとオートマの価格差がなかったり、逆にマニュアルの方が高かったりするね。車が多いので、その辺もさすがトヨタさん。今日は土屋圭一さんをお招きして、ヤリス乗っていただきましたけれども、今日乗ってみて印象いかがでしたか？いや、なかなかトヨタもやるなっていう感じですよね。だからもうファミリーカーじゃありませんよっていう走りだよね、この走りは。だからどっちかっていうともうファミリーカーなんだけどスポーツ方向に振ったファミリーカーですよ。はい、じゃあもう完全にこう土屋さんが乗ってもスポーティーで楽しいモデルだった、だからこれは比較するのは、スズキのスイフトと比較してみたいなっていう感じがしますね。はい、じゃあもうぜひ次はスイフトとヤリスで対決をしていただけたらね、やってみたいですよね。どっちがいいか。どっちがいいか。ね、はい、ということで今日ヤリスご紹介したんですが、やっぱり街中でたくさん乗ってもですね、すごく楽しいモデルだったので、私も次回はサーキット走行で体感してみたいと思います。はい。はい。カープライムでは気になる車の紹介やさまざまな企画を展開しています。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。